あ、いた、バスいた。見てる。うわ、あ、来た。あ、来た。何の疑いもなく食った。すごいでしょ、ビッグベイト。楽しいよね。たまらんよね。さあ今日もいつもの池にやってきたというより他釣り金ばっかで撮影できませんっていう感じなんだけどね。今日はこちらですね。ビッグベイトということで、ビッグベイト入門会といいますか、これからチャレンジしたいなとかっていうか、まず何買ったらいいのみたいな、そんな人に向けての動画になればいいかなと。基本的に少し小さめの方が最初は投げやすかったりもするんで、こういうチビタレルとかがおすすめです。他にもやっぱジョイクロ、ダウスイ、タイニークラッシュ、ブルシューターとかいろんなものあると思うんですけど、ちょっと大きくてね操作が難しかったり、ちょっと今タックルないんだよなっていう方でも、こういうサイズ感があれば、H とかもうちょっとちっちゃければ MH とかでも投げれるものが多いんで、そこら辺から入ってもらえればいいかなと思います。で、大きく分けてビッグベイトって僕は2種類あるかなと思っていて、一つは仕掛けるタイプのビッグベイトで、もう一つが待って釣るビッグベイトちょっと意味わかんないよね。仕掛けるっていうのは、例えばこのチビタレルとかもう仕掛ける系なんだけど、こう普通に巻いてきて、これにバスがチェイスしてきたとする。で最後食う直前にこうギュンとかグルッとか回して、最後こう追ってきたバスの最後のうわ食べたいって思わせる瞬間を作って釣る、攻めるタイプのビッグベイトで、待つっていうか待つタイプのビッグベイトは、例えばタイニークラッシュみたいにこうひたすら同じアクションちょん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 、これできねえなとりあえず一定のアクションをずっと続けてじらして釣るタイプのビッグベイト、この2つに大体分かれるかなと。自分の釣りのタイプに合った方で楽しんでいけばいいんじゃないかなと思います。こっち見たらってこう片手でキョンと投げられるようなタイプなんで、入門にぴったりですよ。でこれはピャンピャンって誘ってもいいし、ゆるゆるってこうスローリトリーブで追わせて最後ギュンってやってボンみたいな、こう雨降ってバスのテンションもちょっと上がるような感じはビッグベイトね、チャンスなんで、あんま釣れてないなっていう人は晴れ雨みたいな雨のタイミングでやるといいんじゃないかなと。あとはその池に何が住んでいて、基本的にバスはその中の何を食べているのかっていうのに合わせるのもいいかな。例えばこういう野池だったらやっぱりブルーギル、これが一番強い。で他のリザーバーとか川とか、例えばウグイ、オイカワ、ハスとかそういうのを食ってるよっていうんだったらダウスイとか、ルアーのアクションもそうだけどルアーの見た目も合わせていくとよりバスのスイッチを入れやすいんじゃないかなと思います。意外とね遠投とかしなくてもすごい浅いラインでドンって飛び出してくる、そんなことも多い。要は最後仕掛ける時にバスもバカじゃないから何もないところじゃ食わないんですよ。魚を追って確実に食べれる、また食べれる確率が高い、そんな時に口を使うんで、例えば水面っていうのは魚にとって天井の壁みたいなもんなんですよね。それ以上逃げられないじゃないですか。跳ねたとしてもたかが知れるというか壁みたいな扱いがあるんで、こういう水面、それからこういう沿いですね、壁になるもの。例えば魚がこう逃げてきてうわーってここまで来ちゃったら、もう上にも下にも逃げられないですよ。もう右か左しかないですよ、魚が逃げる方向が。となるとバスももう右か左かにしか逃げられないから、食べる確率が高いんですね。それをこの何でもないようなところとかでギャーンってやっても、なかなか魚が弱ってればいいけど、もう右も左も前も後ろも下も逃げられるわけなんで、魚からしたらね、逃げる方からしたら。そういうふうに考えると、そういうところよりはこういう壁とか駆け上がりとか水面とか、あとはこういう木とか、そういう壁が揃ったところでバスはドンって口を使う確率が増えます。なので寄せてきて最後食わすポイントっていうのも意識すると、このビッグベイトの釣りっていうのはより一層楽しめるんじゃないかなと。あとはもう釣るだけよね素人のしょうもない解説を聞いて、いや早く釣れよと、そんなところでしょうが、そのうち釣れますよ
あと通すコースっていうのも大事で、例えば今ここのライン何回かキャストしたんだけどチェイスも何もなかった。でもバスの回遊するタイミングだったり居ついてる場所っていうのもそれぞれあるんで、同じところだけど通すコースを変えたら急に釣れちゃいましたみたいなとか、冗談抜きでね、ここら辺で食う時とかあるんですよ本当にドーンってわーみたいな。油断できないのがビッグベイトの釣りですね。ちょっとちきりましたね今のキャスト。いや早すぎちゃうって思うやん。全然バスからしたら大したことないっすよ。こう引き波を立てるってのもこうバスが寄ってくる大きな要因の一つでもあるんで、ちょっとコースをかけて変えて同じことをやってみるのもありですね。釣り方ねたくさんあるんですよビッグベイトって。ほんとハマったらやばいっすよ。あいたバスいた。見てる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 。あ、来たね、浮いてきたでしょ。多分さっきギュガギュガギュガって巻いたじゃん。あれとかでなんだなんだって多分出てきたやつなんですよ。でテンション上がったまんまもう一回ルアー来てボケーってさせたらもうそのままボンですよ。何の疑いもなく食った。すごいでしょビッグベイト。楽しいよね。たまらんよね。うわバレそうバレそうバレそう、やめて。あーやばいやばい。うわでけえ。いいバス。何回さ釣ってもさビッグベイトでかけたらドキドキするよね。いい子いい子。うわバレるバレる。やばい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 。おっしゃーでけえ。いやー釣れたねー。最高。あぶね。バイトした瞬間ね、多分ねフロントフックかかってたんですよ。多分どっかに。すぐ外れた。あっぶね。何回釣っても50近くなると震えるわね。ジャッカルさんから出てるチビタレル、この大きいサイズでガンタレル、それからギガンタレルともう2つサイズ展開があるんで、ノイ系特に強いんでね、どうでしょうか。うわでっけやっばこれいやーいい絵撮れたわ。結構すぐ釣れたね。素晴らしい。やっべえ。さあさあ釣れてしまいましたねまあ狙い通りと言いますか、まあ改めて落ち着いて解説したいと思います。まず合わせるところは合わせられたっていうのは、一つに時間帯、夕方ですね。食べたの4時半ぐらいなんですけど、やっぱりこの夕方近くっていうのは強いなと。本当はもっと行った方がいいんですけど、やっぱりこの曇りまた雨、今ちょっと本降りなんですけど、雨降ってるタイミングとして若干いつもより暗がりということはバスも餌を食べやすい、雨も降ってるから気圧も低いし動きやすいみたいな、そういうのがいくつか重なる。でかつ、この池に住んでいるバスがよく食べているものブルーギルにルアーを合わせるっていう感じですね。でかつ釣れた瞬間は、何回も同じようなコースは通している。巻き方を変えたり攻め方を変えたりっていうのもあったんだけど、全く反応がなかった。なので一回遠投してすごい高速巻きでこう水面をビャ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 ってこう引き波を立てるようにバーッと巻いて止める、バーッと巻いて止めるっていうのを繰り返した。で次の一投投げて同じように繰り返したら足元にバスがフッと刺してきた。結局さっきの早巻きバーでバスがうおってこう、今までのアクションでは見向きもしなかったけど、そのアクションをすることによってなんだなんだって浮いてきた。タイミングクーラーがふわふわってきて、食べてくださいみたいなギルが来たもんだから、いただきますパコンって食ってフィッシュオンって感じでしたねちょっとできすぎよねびっくりするぐらい。そんな感じで数あるビッグベイトの中の一つの、その中でもこういろいろ揃った条件での釣り方を紹介したような感じになってるんですけど、もっともっと無限に広がるビッグベイトの世界なので、
結構チェイスあるんだけどね、最後のクワシがみたいなところがビッグベイトの面白いところでもあるんで、タックルがなかったら H とか MH で投げれるような少し小さめのビッグベイト、小さいビッグベイトってなんだって話なんだけど、そういうところからどんどんこうのめり込んでいって楽しいビッグベイトフィッシングやっていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。またねの顔が見せられへんのか。まあええか、そんな顔出さへんしな。ちょっともう一匹釣っちゃおっかな。絡んだ。なんやねん。もうほんとこういうこと多いわ。調子乗ると良くないよね。